しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は以前のグラディウス、サラマンダに続き、ポリメガのパッチ機能を使ってみたシリーズじゃ。プレイするゲームはファミコン版のグラディウス2。1988年12月16日にコナミより発売された横スクロールシューティングゲームじゃ。アーケード版がリリースされたのが1988年3月24日なので、1年も経たずにファミコンに移植されるという驚異的な開発スケジュールじゃな。外伝的な内容だったサラマンダと違い、2と銘打ったナンバリングタイトルとしてふさわしい正統的進化を遂げている名作じゃ。基本的な操作方法やパワーアップカプセルによるパワーアップ方式は変わらないが、パワーアップのタイプを4種類からシールドを2種類から選べるようになっており、より多彩な遊び方ができるのが特徴じゃ。ファミコン版もアーケードと同様とは言えないが、開発技術の進化と容量拡大により、グラディウスでは2つまでしか装備できなかったオプションも4つまで装備できるようになり、さらにはオリジナルの要素も追加されるなど、まさにファミコンの限界に迫るクオリティと言っても過言ではない。今回はこのファミコン版グラディウス2の移植度向上版のパッチを使用してプレイしていくのじゃ。パッチデータじゃが、サラマンダに続き熱殺さんのプロジェクトグラディウス 2AC ですよりパッチデータをいただいたのじゃ。現在はバージョン 2.1 までリリースされており、これもまた愛と情熱の結晶なのじゃよ。熱殺さん、ありがとうございますなのじゃ。パッチデータをサイトからダウンロードしたら、ポリメガ本体のメディアに保存する。その後はゲームをプレイする際にメニューの一番下にあるパッチを選択を選び、適用したいパッチを選ぶだけじゃ。今回はより比較しやすくするためにアーケード版、厳密にはセガサターン版も表示するのじゃ。よってわしもいつもより小さいサイズでお送りするのじゃよ。まず最初のビッグバイパーの1枚絵がよりアーケード版に近くなっているのが感動じゃな。ファミコン版でも1枚絵があるだけで驚かされたが、ファミコンとは思えないくらい美しいグラフィックが素晴らしい。そしてタイトルには副題のゴーファーの野望がしっかり追加され、ロゴの色合いも変更されている。ファミコン版はアーケード版と異なる部分が多いせいか、この副題はカットされていたのじゃよ。文字のフォントやコナミロゴなどの位置もよりアーケードに近いデザインに修正されており、最初からテンションが高まるのじゃ。それでは早速プレイしていくのじゃよ。グラディウス2から追加されたパワーアップのタイプセレクト画面じゃ。ここも一番上のパワーメーターセレクトのフォント、そしてパワーアップゲージの位置がしっかりアーケード版と同様になっている。細かいところじゃが、選択していないタイプがグレー表示になるのもアーケード版と同じじゃな。色合いもかなりアーケード版に近くなっている。さすがにシステムにまで手を加えることになるので、シールド選択の再現までは難しいな。今回は無難にタイプ1でプレイしていくのじゃよ。ステージ開始時のスタート表記もアーケードと同じフォントじゃな。基本画面で気づくのは、スコアなどのフォントがいわゆるグラディウスフォントになっているのと、パワーアップゲージがアーケードと同様の色合いに変わっていることじゃな。そして機器のデザインがファミコン版はなぜかサラマンダと同じデザインだったのが、ちゃんとアーケード版のデザインに修正されている。ここは結構指摘されることが多かった点なので嬉しいのじゃよ。パワ
ワープカプセルのグラフィックや敵キャラの色合いもアーケード版に近くなっているな。そしてグラディウス2のステージ1といえば人工太陽じゃが、まず人工太陽自体のグラフィックがアーケード版に寄せているのがわかる。あとはドラゴンの頭部もアーケードと同じ横向きの顔になっている。細かいところじゃが、ファンが気になっていた点をことごとく修正してくれているのが素晴らしいのじゃ。ここの雑魚キャラが出てくる人工惑星も人工太陽に変わっているのじゃ。これはファミコン版オリジナルの部分なので、できるだけアーケード版に近づけた感じじゃな。ステージ後半部分はファミコン版の独自要素でサラマンダのステージ3っぽくなっているのは変わっていない。ただアーケード版はずっと同じステージ構成だったので、変化をつけるという意味でわしはこのファミコン版の構成は良い変更だと思うのじゃよ。ちなみに今回のデス版の元となっているファミコン版はアーケード版ともともとかなり構成が変更されている。そのため左下のアーケード版はファミコン版に合わせてかなりカットや入れ替えを行っているので、あくまで各場面ごとの違いや移植度を比較するための参考程度に見ていただけると幸いじゃ。わしはあまりプレイが上手なわけではないので、そのあたりもご容赦願いたい。というわけでステージ1のボス戦じゃ。ここもボスのフェニックスの顔や羽のグラフィックがよりアーケード版に近づけるよう書き直されている。ファミコン版はフェニックスというより巨大な鳥という感じだったので、これは良いな。あとボス戦の BGM がアーケード版同様にテープケアに変更されている。ファミコン版はなぜか最終ボスの BGM、ザ・ファイナルエネミーが通常ボス戦、最終ボス戦がテープケアと逆になっていたので、この修正も嬉しいのじゃ。続いてステージにはエイリアンステージじゃ。ファミコン版と構造自体は変わらないが、グラフィックはアーケード版と同じテイストに修正されている。だいぶ雰囲気が違うな。ファミコン版が割と派手めな色使いになっているのはちゃんと理由があるとわしは思うのじゃ。当時はまだファミコンは子供向けのゲーム機という位置づけで、ただでさえグラフィック性能が低いこともあり、地味な色使いだと目立たないからといって配慮だと思うのじゃよ。アーケード版よりも難易度を下げたり、あくまでメインのターゲットは子供であることを踏まえて、当時の開発スタッフの方々が配慮や工夫をした結果なので、単純な移植度だけで評価はできないのじゃ。ここの触手はアーケード版は破壊できないのじゃが、ファミコン版やデス版は破壊可能じゃ。
真ん中のこの地形のグラフィックがすごい再現度なのじゃよ。ステージ2のボスも見てわかる通り、かなりアーケード版に近いグラフィックに修正されている。この書き換えは正直すごいと思うのじゃよ。そしてこの先はファミコン版独自の追加ボスじゃ。ファミコン版はファミコン版サラマンダのボスだったギーガが登場するのじゃが、なんとデス版はアーケード版のステージ4のボスデスマーク2に変更されている。ファミコン版はアーケード版のステージ3と4が統合されてしまったので未登場のボスだったのが、わざわざグラフィックを新規に書き起こしているのじゃよ。攻撃パターンもギーガとは別という素晴らしさじゃ。続いてはステージ3じゃ。しかしこう比べてみると敵キャラの登場パターンとかアーケード版とは別物だとよくわかるな。先ほども言った通りファミコン版はアーケードのステージ3と4が統合されており、デス版も同様じゃ。ステージ3の前半はいわゆる加担ステージじゃ。アーケード版のステージ4に近いが構造はほぼ異なっている。ただデス版は色使いをかなりアーケード版に寄せているのがわかるな。火山の色が変わるのもデス版はちゃんと再現していて素晴らしい。ここからはステージ3後半じゃが、ファミコン版はアーケード版と大きく異なり、アーケード版のステージ3であるクリスタルステージとなる。ただファミコン版と違い、デス版はちゃんとクリスタルの色がアーケード版と同じになっているので、かなり印象が違うのじゃよ。やはりクリスタルステージはこの色が良いな。色だけではなくステージの地形のグラフィックも書き直されていることにお気づきじゃろうか。まさにこだわりじゃ。本作のストーリーじゃ。2年前惑星グラディウスを突如襲った時空星団バクテリアンによる侵略は超時空戦闘機ビッグバイパーの活躍で見事退けられた。しかしバクテリアンの特殊部隊ゴーファーの脅威が再び惑星グラディウスを襲う。強化改造されたビッグバイパーは惑星グラディウスを守るため戦いへと旅立つのだった。という感じでタイトルのゴーファーの野望につながるわけじゃな。まあ結局クリアしてもゴーファーの野望が何だったのかはわからないのじゃ。そしてデス版では
こでなんとビッグコアマーク2の断崖が登場する。ビッグコアマーク2もファミコン版ではアーケード版のステージ6型のステージに統合されてしまったこともあり、登場しなかったボスじゃ。実はグラディース外伝でも同じように断崖としてステージ中にビッグコアマーク2が登場するので、この演出はシリーズをプレイしている人はにやりとする粋な演出じゃな。レーザーもファミコン版はサラマンダと同じ表現じゃが、デス版はアーケード版と同様の細いレーザーになっているのも嬉しいな。ちなみにファミコン版はレーザーもダブルも2段階パワーアップができるようになっており、連射速度が向上する。オプションもローリングオプションという独自要素が加わっているのじゃよ。まあわしはあんまり使わないのじゃが、さてステージ3のボスクリスタルコアの登場じゃ。もちろんクリスタルコアもデス版はちゃんとアーケード版と同じ色合いに変更されている。しかもグラフィックの書き込みもより細かくなってファミコンとは思えない美しさじゃ。次はステージ4じゃ。ステージ4はグラディウスといえばお約束のモアイステージじゃな。なぜモアイなのかは不明じゃが、このステージも色合いや地形のグラフィックをよりアーケード版に近いものに書き直されている。おかげでかなり移植度が高くなったように感じるのじゃよ。グラディウス、サラマンダと同様に本作のアーケード版のディレクターは町口博康氏、そしてファミコン版を手掛けたのは梅崎重治氏のコンビじゃ。アーケード版のエッセンスをファミコンの限られた性能で再現する上でまさに安心と信頼の布陣じゃ。ファミコン版はアーケード版と同時期に並行して開発されていたというから驚きじゃな。音楽については誰がどの曲を作曲したのかは不明じゃが、ファミコン版のサウンドデザインは名作月風魔伝の作曲を担当した前沢秀則氏、そしてポップンツインビーなどの作曲を担当した森本幸恵氏が手掛けている。特にエンディングのフェアウェルはアレンジが加えられアーケード版より長くなっており評価が高い。全体的に特殊チップなどの拡張音源なしとは思えないクオリティで、さすがコナミという完成度じゃ。
ボスの巨大モアイも色合いがアーケード版に近くなっているな。そして次のステージ5はみんな大好きボスラッシュステージじゃ。ちなみにアーケード版はステージ3のクリスタルステージ、ステージ4が火山ステージでボスがデスマーク2となっている。ステージ5がモハイで、ステージ6が高速スクロールステージでボスがビッグコアマーク2じゃな。ファミコン版では高速スクロールステージがなくなり、次のステージ6の要塞ステージの一部になっているのじゃ。そう考えると、限られた容量や開発期間の中でアーケード版の要素をうまく抽出してまとめていると思うのじゃよ。ビッグコアもテトランの色がアーケード版順譜になっているのじゃよ。そして次のボスはアーケード版ではライフフォースに出てきたガウだったが、ファミコン版ではサラマンダのラスボスになっていた。それがデス版ではしっかりダウに修正されている。これはサラマンダ EC デルタパッチでバを登場させている滅殺さんがこのデス版を手掛けているからこそ実現できたと言えるな。攻撃方法自体はファミコン版のビッグアイと同じじゃが、グラフィックが再現されているだけでもすごいのじゃ。次のイントルーダーはファミコン版、デス版ともに残念ながら未登場じゃ。最後はステージ5のボス、カバードコアじゃ。これもファミコン版の地味なグラフィックとは比べ物にならないくらい、デス版は緻密に書き直されている。ミサイルのグラフィックも細かいし、攻撃パターンも
ケード版に近くなっていて、こだわりをひしひしと感じるのじゃよ。そういえばグラディリス2から登場した有名なキャラとしてオプションハンターがある。これはオプションが4つ装備された状態で一定時間が経過すると登場し、時期のオプションを奪い去っていこうとしてくる敵キャラじゃ。接触しても当たり判定はないが、倒すこともできない。グラディウスシリーズは基本的にパワーアップがフル装備状態になると、無双状態といった攻略難易度が下がって緊張感がなくなるという傾向がある。このオプションハンターのおかげでプレイヤーのミス以外でも一気にパワーダウンしてしまう可能性が発生し、プレイヤーの緊張感を高めるという意味ではなかなか面白いシステムじゃ。ただファミコン版ではこのオプションハンターは登場せず、デス版にもない。まあ基本的には難易度を上げる仕組みなので、家庭用向けであるファミコン版ではカットされたのじゃろうな。次は前作と同様、後半のクライマックスとなる要塞ステージであるステージ6じゃ。要塞内の背景グラフィックがしっかり描かれているので、デス版はかなり見た目の豪華さが違うのじゃよ。この辺からアーケード版とはほとんど構成が違ってくるので、あくまでアーケード版の方は似たような場面を取り上げているのはご容赦いただきたい。ここからは高速スクロールステージじゃ。この辺りはファミコン版は緑っぽい派手な色合いになるが、先ほども言ったように地味な色使いだと見栄えがしないという配慮だと思われるのじゃ。しかしこの辺り構造はアーケード版と全然違うのじゃが、シャッターとかうまくそれっぽい要素を組み合わせて再構成しているのは見事じゃな。ステージ6の中ボス、要塞デモスじゃ。もともとのファミコン版もかなりの再現度なのじゃが、デス版はよりアーケード版に近いグラフィックになっている。特に上下の地形の部分が違うのが大きいな。そういえばグラディウスといえばコナミコマンドじゃが、本作にももちろん存在する。しかし前作ではフル装備になったのが、今回はタイトル画面で入力すると残機が30機になると一効果に変わっている。結局は自分の力でクリアしなければならないと考えると、ちょっと今回は厳しいな。
して次は後にパロディウスのチチビンタリカの元ネタとして有名なクラブの登場じゃ。このクラブもよりアーケードに近いグラフィックに修正されている。実はファミコン版はボスとして普通に破壊できてしまうのじゃが、もともとのアーケード版では障害物的な存在で破壊することができない。デス版はアーケード版に準じて破壊できないようになっているのじゃ。ここからはついに最終ステージじゃ。アーケード版では要塞ステージと一緒になっているので、最終ステージとして分かれているのはファミコン版オリジナルの要素じゃな。ファミコン版の時点でサラマンダのステージ1のような雰囲気だったが、デス版はサラマンダ EC デルタ版と同じような背景がついて、より豪華なグラフィックになっている。二重スクロールしているのもすごいな。ここにあった毛細血管みたいなのはデス版ではなくなっているな。その代わりパワーカプセルを大量に吐き出す敵が出てくるのじゃ。途中でやられて復活したい時にはありがたいな。この辺りも背景が追加されたり、壁の色合いもアーケード版に近くなっているのじゃ。いよいよラスボスのゴーファーじゃ。デス版は大きくグラフィックが変更されている。これはアーケード版とも少し違っていて、どちらかというと PC エンジン CD ロムロム版のグラディウス2に近いデザインじゃな。まさにデス版のラスボスにふさわしい迫力じゃ。ファミコン版のゴーファーはなんか口から吹いて攻撃してくるのじゃが、アーケード版同様にデス版は何も攻撃してこないのも細かいな。最後の爆発シーンもアニメーションが微妙に変更されているのじゃよ。そしてついにエンディングじゃ。エンディングもフォントがアーケードに近いものになっているほか、ビッグバイパーやボセイ・グラディウスのグラフィックも書き直されていて、最後まで手を抜かない情熱にまさに脱帽の完成度じゃ。サラマンダ AC デルタと同様にアーケード版とファミコン版それぞれに対する敬意と愛が込められたパッチで、それぞれの良さ、凄さを改めて感じられた気がするのじゃ。本作の開発者の方々、そしてデス版を手掛けた滅殺さんに心より感謝するのじゃよ。今回はここまでじゃ。それではまた次回もよろしくな。